皆さんこんにちは、さおりです。北海道十勝で農業をしています。今回は自動操舵の U ターン機能を使って小麦の追肥と牧草畑を一度全滅させて小豆を植える畑に作り変えていこうと思います。それではどうぞ。今日はこちら小麦畑に追肥を行っていきます。こちらは秋巻き小麦です。去年の10月上旬、じゃがいもの収穫後に種をまき、雪の下で冬を越しました。ただ去年は植え付けが少し遅れてしまい、発芽があまり良くありませんでした。雪も溶けて畑に入れるようになったので、今回は1回目の追肥を行います。小麦は7月に収穫を行います。最近は干ばつの影響もあって収穫時期もちょっと早まってきました。前はね結構7月末頃に収穫してたんですけど、今は中旬くらいにはもう小麦色になって収穫時期を迎えています。でそれまでに追肥は3回行う予定で、今回は1回目になります。それじゃあ早速準備をしていきましょう。まず今回使う機械はこちらです。ジョンディア2650にアマゾーネのブロードキャスターを取り付けて散布していきます。この機械はタンクの下に円盤がついていて、PTO を使って回転させることで肥料を広く均一にまくことができます。ということで今回は尿素をまいていきます。そもそも追肥というのが作物を大きくするために後から肥料を追加して栄養を補給してあげるという作業になります。そもそも作物が大きく成長するためには窒素が大切です。窒素は葉っぱや茎を大きくしてくれる働きがあります。でその窒素肥料で一般的なものといえば尿素と硫胺があるんですけど、今回うちは尿素を使っていきます。これが尿素です。400キロですね。尿素は窒素が 46% 入ってます。肥料の名称 46.0 尿素っていう、もうそういう名前なんだ。書いてますね。窒素全量 46%。今400キロパック2袋入れました。こんな感じ。このアマゾーネ本当はここまでなんですけど、この上はねマシ枠を、鍛冶職人が作って容量入るようにしてます。なので800キロ今入ってます。本当でも一応500キロパック2つは入るんですけど、そうするとすごいなみなみもりもりになって走ってる時にね溢れちゃうんですよ。横にこぼれちゃうのでマシ枠を去年作ってもらいました。尿素は特徴的にはまず窒素の含有量が 46%、硫胺だったら 21% だったかな。なので倍くらい入ってます。なので尿素は硫胺に比べると窒素の含有量がそもそも多いので散布量も少なくて済みます。そして軽いです。すごいこんな軽いんだっていうくらい軽い。なので本当であればこのアマゾーネが、散布面積が左右で9メートルずつ18メートル飛ぶんですけど、軽くてすぐ落ちてしまうかなと思うので、今回は散布幅15メートルで設定してあります。ということでやっていきましょう。
小麦畑に到着しました。で、今年小麦畑が3枚あります。去年じゃがいもを植えていたところが基本的に次小麦になってくるんですけど、ここ 2.3 ヘクタール、そして3ヘクタール、あと 1.7 ヘクタール、この3つがあって、合計で7ヘクタール小麦があります。本当にちょっきり7ヘクタールくらいかな。で、今回はこちらの自動ソーダ FJ ダイナミクスの 82MAX を使ってやっていきます。特にこのブロードキャスターを使った追肥作業なんですけど、自動ソーダがめちゃくちゃ役立ちます。自動ソーダって基本的にはこうまっすぐ自動で走ってくれるものなんですけど、中には U ターン機能っていうものがあります。こちらが自動ソーダのモニターです。この黄色くなっている部分が自動で走行している状態のマークです。ここをタップすると手動に切り替えることができます。あらかじめトラクターの作業幅を設定しておくことで、その感覚通りに自動で走ってくれます。この青い線がトラクターの中心、つまり走行ラインです。そして下にあるこの矢印が U ターンのボタンになっています。U ターンのボタンを押すと畑の端、境界線に近づいたタイミングで自動で U ターンして次の走行ラインに入ってくれます。ね、今、端っこですね。15メートルで撮っているので、だいたいこっち側、トラクターの左側が 7.5 メートルくらいあります。で、こっち側も 7.5 メートル散布を行ってからの、どんどん U ターンして、右側にずれていきます。それじゃあ、この U ターン機能を使って小麦の追肥を行っていきます。整地などの土を耕す作業であれば、自動操舵がなくても掘り起こした土のラインを目安にすることで、ある程度ならまっすぐ走ることはできます。ただ追肥の場合は、どこまで肥料が飛んでいるのか分かりにくく、これまでは大体の感覚で作業していました。そのため重なってしまった部分は追肥が効きすぎて大きく育ち、逆に追肥がかかっていない部分は生育が遅れてしまうこともありました。ですが自動操舵を使うことで決めた間隔通りに均等に走ってくれるので、ムラなく散布することができます。さらにハンドル操作が必要なくなる分、後ろの散布状況をしっかり確認しながら作業できるのも大きなメリットです。そして U ターン機能を使えば、ハンドルを握るのは畑に入る最初と最後だけ。作業がとっても楽になりました。小麦をまくときにも肥料を入れているのですが、うちではロング肥料といってゆっくり長く効くタイプのものを使っています。そのため通常であれば雪解け後すぐに追肥を行うのですが、今回は少し遅めのタイミングで考えていました。本来はあと1週間ほど後に行う予定でした。ただ今回使用する尿素は雨で水に溶けることでしっかり効果が出る肥料です。ちょうど翌日に雨予報が出ていたので、そのタイミングに合わせて急遽追肥作業を行いました。次の畑へは少しだけ道路を渡って移動します。トラクターはスピードが遅いので、車が来ていないタイミングを見てさっと移動していきます。
おはようございます。小麦の追肥を行ってからだいたい1週間経ちました。今どんな感じなのかを見てみようと思います。こんな感じです。ちょっと上からだと分かりづらいかもしれないんですけど、おお、背丈伸びたんじゃないでしょうか。割とね、前より成長しているように感じます。先週追肥を行って次の日にちょうど雨が降ってくれたので、うまく窒素が効いてきてくれてるんじゃないかと思います。前よりも結構緑色に見えますね。しかもね、あれから全然雨が降っていなくて、今週も雨予報があったりなかったりはっきりしないような天気だったので、まくにはいいタイミングだったのかもしれません。こんな感じであと2回追肥を行う予定なので、小麦が大きくなってくれるのが楽しみです。ということで次の作業に移りましょう。今日は何をするかというと、この 1.8 ヘクタールの牧草畑を潰します。ゴルフ場にしましょう。かゆいかゆい、なんかすごい虫がいっぱいいる気がする。すごい足がかゆい。はい、ここずーっと牧草畑でした。そう、去年ももう一枚牧草畑があったんですけど、春にね潰しました。で大豆を植えたんですけども、もう一枚ね、ここ 1.8 ヘクタールの牧草畑があって、もういいでしょう。牧草はもう牛もいないですし、だったら違う作物を植えましょうということで、最後の牧草畑を潰します。さようなら牧草。牧草って何かというと、牛の餌になるものです。牛とか馬たちのご飯になります。牧草がすごいね、本当に伸びるんですね、わーって。それを刈り取って丸めて牧草ロールと言われるものにして、牛飼ってたのでね、牛舎にそれを持ち帰って牛たちにあげるっていう感じでしたね。懐かしい。もう4年前くらいの話になります。肥料の高騰だったり、いろいろ問題がありまして、経費はかかるし収入は入らんしということで、牛もやめてしまいました。だいたい30頭くらいいて、子牛は可愛かったです。大きい牛はね、乱暴なのもいるので搾乳だったんですけど、怖い時も多々あるし、うんちは飛んでくるしっていう感じでしたね。ということで、もうすでに作業が行われていて、除草剤かけたり爪を入れたりっていうのをね行ってます。これが牧草ですか？雑草ですか？牧草ですか？多分牧草と思われるものたち。はい、これ爪が入った後ですね。ずっと牧草だったので、ここの畑に実際作物を植えてどんな感じになるのかっていうのがよくわかんないです。ただ走ってる感じ、ちょっとここら辺かな、ボコついてるというか平らじゃないなっていうのは感じてます。なので今年植えてみてどうかですけど、1枚の畑でも場所によっては生育が悪いところもあるかなと思います。ね、今ちょっとね外で話してただけで足を2箇所刺されました。もう逃げ込みます、トラクターに。ロータリーをかけて牧草の根をしっかり砕いていきます。牧草は根が強く残りやすいので、そのままだと他の作物を植えることができません。なので、しっかり砕いて新しく作物を植えられる状態に整えていきます。
今後ろの窓を開けてこのね機械の様子を見てみたんですけど、すごい土の匂いで春を感じます。農作業始まったんだなっていうのをすごく感じました今。左がまだ起こしてないところ、右が起こしたところです。右側の奥に盛り上がってるのは堆肥です。臭いです。すごい、これ全部根っこでしょう。なんか何の根っこなんだろうね。牧草の根っこなのこれ。うわー、すごいな、根っこって。ほら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 、すごくない？なんか釣れたよ。畑の反対側に来ました。今ね半分くらいかけたかなっていう感じです。眠くなってきますね。もうちょっとでお昼なのでお腹が空きました。なんか食べたいな。これからかけるところ。そしてこっちはお隣さんの畑です。すごい溝なんですよここ。ほら伝わるかな。うちが土手の上みたいになってて、ちょっとここは高さがあります。もし寝てしまって落ちたら大変です。みんなトラクターで作業してます。私も頑張ります。ロータリーの後はプラウをかけていきます。プラウは天地返しとも呼ばれていて、土の上の層をひっくり返して下の土と入れ替える作業です。これによって雑草や残っている根を土の中に埋めて、畑をきれいな状態に整えていきます。これ今映っているのが右タイヤです。プラウは30センチくらい深くまで掘るので、大きなね溝ができます。どうしてもね片側に溝ができてしまうんですよね。なのでそこにタイヤを合わせて、プラウをかけることで溝がなくなります。でまた左側に溝ができてっていう感じで。
ロータリーをかけたからすごいモフモフしてます。めちゃくちゃモフモフだ。でこっちが今プラウをかけているところです。結構浅いですね。やっぱずっと耕してないから硬いのかな。ここら辺はまだ土が茶色いですけど、奥の方行くと急に赤いですね。赤土はあんまり良くないみたいですね。見てください。なんか昔の土っていう感じの色をしてる。そんなに硬い。うわ、硬。この辺はすごく赤いです。赤いっていうか茶色だけどね。プラウは9キロ出してるので早いですね。もう3分の1くらいは終わったかな。謎に汚れた手。プラウは溝に合わせて走っていくので、とりあえずね GPS は使ってませんね。ついに牧草畑が全部これでなくなりました。牧草ロールを作るにも結構ねいろいろ機械を使って大変だったので、これでさらにうちのメインとなる作物を増やして、効率よく進めていけたらなと思ってます。はい、ということで今日中にプラは終わるでしょう。もうちょっとね頑張ってやっていこうと思います。プラをかけた後は石灰を撒いて畑の pH 調整を行いました。ということで無事に今日の作業終了です。これで牧草もさようなら。その代わりね他の作物をしっかりこの畑で育てていけたらなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。